はい、カーステの野瀬と言います。私自身は、個人でもこのキャンピングカーを貸し出しをしていたりするんですが、我々カーステの方は、車両の、レンタル、それからシェアを行っている、それからあとはこういう車中泊の場所を、シェアリングしている会社になります。今日は私の車両、アドリアのサンリビングをご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。まず大きいですね。はい、ありがとうございます。6メートル30ですね。はい。なので比較的僕はベッドメイクが苦手というか嫌いなので、はい、もうとりあえずベッドは置いたまんまの状態でいかに中が快適かっていう視点で買わせていただきました。なるほど。はい。でやっぱり欧州車の独特なのはやっぱり運転席と助手席がこういうふうに反転することですよね。はい、そうですよね。はい。なので基本後ろのシートが、2列目であるんですけども、前と合わせるともう4人が、座っていただけるようなスペースになっているので、この辺りはやっぱりすごく大きなことかなというふうに思っています。はい。対面になっちゃうんですよね。はい。で欧州車のは比較的やはり、こういうように網戸が前面で、きっちりと広がるので比較的中で作業をする。で今ぐらいだとエアコンはいらないけどちょっと外の風が欲しいななんて時は、こんな感じで前面で、こう引いた状態で仕事とか中でゆっくりさせていただいていることが多いです。はい。あとは比較的ちょっと高いんですね、ステップが。なので、床のところはそのまま上がれなくもないんですけども、女性のことを考えるとやはりこの辺りのステップがあるのはすごく嬉しくて、はい、妻もそれからお客さんの皆さんも基本的にはここをよく使っていただいているような状態になってます。はい。あとは電力に関しては比較的、僕の車両は、生活用の電源はある程度用意はできてるんですけども、EF デルタという、はい、ポータブルのバッテリーと併用してることが多いので、もう私自体は今回広島に9月の17日に来て、まあそこからもう約1ヶ月ぐらいいるので、まあいつも電気のことを考えながら、はい、ちょっと足りなくなったらポータブルをこう併用してみたいな、そんな使い方をさせてもらっています。1ヶ月間いるんですか？1ヶ月目？もうはい、9月の12に東京出て、で9月の17日に広島に入りっていう状態なので、で11月の1日まで、はい、こちらにいるつもりです。11月1日はい、はい、この後もたくさん、はい、いろんなことが広島でありまして、はい、本当ですね。はい、はい。で、実は私の方の車両は、比較的借りていただいている方がビジネスユーザーと、それからもう一つはペットユーザーが多いんですね。私がペットを、2頭飼っているのもあるので、基本的に何かあった場合にっていうので、シートはこういうふうにですね、実はもう防水の、はい、ものを、かけているので、全てこういうふうに防水になっていたりとか、やはりちょっとそのあたりワンコがいる時に何があるかわからない、毛もやっぱり抜けたりするので、そんなところを気を使っています。あとはもともとのアドリアの時はこういうような感じのカーペットがあるんですけども、はい、こういうように、でこれも基本的には汚れることが多いので、ワンちゃんとかだと、何か部分的に粗相をするようなことがあったらそこだけ切り抜いてカーペットを洗えるように、はい、なるほどな、はい、それでこうやってちょっとこう組み立てて、はい、いるっていう状態になっているので、基本は最後、この車両が、何年乗るか分かんないんですけども、極力きれいに使っておこうかなと思って、はい、そんな感じの、はい、ものになってます。綺麗ですもんね。あとは、こちらやっぱり欧州車の独特なのは収納が結構、きっちりしてるかなと思っています。上も、奥もあります。で実はこの、運転席の上はバンクベッドではなく、実際にはここに今ソーラーをこういうふうに積んでいたりとか、はい、上にもある程度、積めるので工具系とかこの辺りはもうだいたいこちらに
積ましていただいているような状態ですね。あ、なるほど。はい。そこは、あ、そうか、小さな、収納スペースになってる。そうなんです。やっぱり日本の車両って基本上比較的バンクベッドにされてるのが多いんですけど、この車両はまあいわゆる欧州製のバンコンになるので、まあそのあたりでいうとそこよりはもう収納スペースに割り切っているっていう状態になってますね。あとは天窓がやっぱり比較的実際には欧州車両ってやっぱりきっちりしていて、こういうふうに開く状態になっているので、でまあ網戸にしたり、まあ、完全に目隠ししたりっていう状態になるので、まあいろんな楽しみ方ができて、車内はやっぱり比較的まあ面もそうですけども、非常に明るいので、これが天窓がトイレシャワーにある部屋と後ろにもあるので3つついてるので、ほぼもう太陽が出てきたら全く照明がほとんどいらないぐらい中は明るい状態になってますね。あ、ここの後ろはこれはトイレなんですね。今トイレです。ちょっと今日は物置き場にしてますけども、はい、こんな感じで、はい、トイレでこっちにシャワーがあって、シャワーヘッドがあって、まあ上の方にこういう状態でよいしょ置けるので、中でも、はい、で中に、カーテンがこういうふうにありますので、はい、カーテンで要するにこのトイレの部分を濡れないように、はい、シャワーに入っていただくような状態になってますね。はい、うわ、綺麗、いい。ベッドは、はい、比較的やっぱり欧州車独特の観音開きに、はいなっております。で基本は普段はこういう形で、シングルなので、私ベッドメイクあんまり細かくやるのが嫌なので、通常はこんな感じで休んでいます。はい、で、妻がいる時は妻もこっちに寝てたり、あとは下にワンコがいる場合はゲージを置いたり、もしくは、この天板が裏返しになるんですね。でそうするとここのところに当てられるので、ここのマットがここの間に入ります。はい、あ、じゃあフルフラットみたいな。はい、フルフラットにキングサイズの、はい、ものになりますね。はい、すごい。はい、なので比較的後ろは本当に妻とかもうワンコがいる時は下手したらずっとキングサイズのベッドをこっちにしといて、あとは前側を要するにリビングダイニングしてっていう、そんな使い方を、はい、してることが多いですね。あとはこの車両は今日ちょっと持ってきてないんですけど、こういうふうに留め口がいくつかあってですね、ありますね。はい、これはハンモックベッドっていうのがあるんですよ。はい、なので全部、7点で吊るした状態で、ここにベッドがもう1個ハンモックのベッドができるんです。なので、70キロの方まで、はい、上にもお休みいただけるような状態になってるので、前のバンクベッドがない分はここと上側に一応この車両は寝れるようになって、はい、いたりしますね。はい、中心定員ってどれぐらい？4人乗車の4人就寝ですね。はい、なるほどですね。はい、なので、まあ、バンコンサイズではまあまあ、機能的に使えているかなというふうに、はい、思います。あとは、電源周りはもともとついてなかったので、ここに、はい、タップを用意して、こっちでも電気が使えたりとか、このモニターも購入後に付けさせていただいたりとかいうような形になってますね。じゃあこのモニターはあれだ、標準でついてないんですね。ついてないです、最初は。はい、なのでそれを、はい、実際には、であんまりテレビも見ないので、比較的、いわゆる iPad であったりとか、ああいった、パソコンつないだりっていうところで、使わさせてもらってますね。はい、これはガソリン車ですか？これは軽油なのでディーゼルになります。ディーゼル車なんですね。はい、であとは、中も電気系は基本的にはこういう感じで、よいしょ、プロパン、はい、はい、なので熱源は実はガスも、通常の、ガスボンベもそうですけども、ガス並びに FF ヒーターはこちらを使うことになってますね。はい、
カーステの方では実は今200台を超える車両を実際にこうやって貸し出しをしています。他のレンタル会社さんは、ある程度車種が決まってくることが多いと思いますが、我々実は、かなりの、いろいろな、車両にシェアリングできることになっています。なので、こういうように欧州車両もあれば、アメリカの実際にフォードベースの、バーノンとか、それから、実際にはバナゴンというバンライフの車両とか、通常ではあまりシェアリングできてない、レンタルされてないような車両もありますので、いろいろとサイトの方、カーステイのサイトの方を見ていただいて、いろいろ確認いただけたらと思います。こちらの車両は比較的、上級者向きになるので、運転に自信のある方、それからペットを飼ってらっしゃる方、こういう方に使っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。